皆さんどうもこんにちは。統率戦大好き黒高です。 EDH マスターシュンです。アッピーです。猫派のノラです。今回からこの EDH 対戦会は統率対戦会に名前を変えました。今回使う3つのデッキは僕が公式サイトで黒高な統率図書館で紹介したデッキです。デッキのレベルは5から6くらいです。それではやりますか。生き残るのはただ一人。ようこそ統率対戦会へ。今回僕が使う統率者は怪獣王ゴジラです。怪獣王ゴジラは5マナのクリーチャーで能力の方がトランプル。あなたがコントロールしているクリーチャーが致死ダメージを受けたかどうかはそれのタフネスではなくパワーで計算するというものです。怪獣王ゴジラはパワーを上げればそれだけ倒されづらくなるのでパワーを上げるカードととても相性がいいです。例えばこのケッシグの狼の血などを使うとパワーがプラス X0 修正を受けるのでパワーを上げつつゴジラもかなりタフになるというとても相性のいいカードです。このデッキは、ゴジラデッキなのでゴジラコラボのカードをいっぱい採用しています。でさらにゴジラランドもちょっとだけ採用してゴジラの心身を高めています。最終的には灼熱の解放でゴジラの与えるダメージを3倍にしてワンパンで対戦相手を倒すなんてこともできたりします。怪獣大戦争始めちゃいます。今回私が使うのは離れられない2匹、リンとセグ。リンとセグのデッキは犬猫がいっぱい出てくる可愛いデッキです。リンとセグの能力としてあなたが犬呪文を唱えるたび緑の11の猫クリーチャートークンを1体生成する。あなたが猫呪文を唱えるたび白の11の犬クリーチャートークンを1体生成する。赤、緑、白の3マナとタップでクリーチャー1体かフレンズオーカーかクリア1人を対象としてリンとセリはあなたがコントロールしている犬の総数に等しい点数のダメージを与えてあなたがコントロールする猫の総数に等しい点数のライフを回復するという能力を持っています。相性のいいカードとしてはティムールの原始トラたりタイタンの根本原理というカードがありまして原始トラで場に出たクリーチャーをまた手札に回収してもう一度場に出してトークンを増やすことができたり最終的にはタイタンの根本原理で全てのクリーチャープラス5修正を打って一気に殴るというような使い方ができます。完全に猫派です。今回僕が使うデッキは八百長師ケルス。能力威迫。あなたがクリーチャーを生贄に捧げるたびあなたは青黒を支払ってもよい。そしたならカードを1枚引く。1マナ払う。クリーチャーを1体生贄に捧げる。ターン終了まで八百長師ケルスは破壊不能を得る。相性のいいカードとしては浅瀬虫のような何回も生贄に捧げるカード、また氷結鬼のように墓地から何回でも場に戻ってくるようなカード、ケルスの生贄に捧げることによってカードを引くっていう能力を何回も使えるようなデッキになっています。最終的な勝ちパターンとしてはズーラポートの殺し屋で生贄に捧げるたびに各対戦相手にそれぞれ1点のライフを支払わせてさらに自分にライフを奴隷にしたり夜の星国章をケルスで生贄に捧げるプラス傷の反射などのカードがあった場合ライフルーズが倍になり国章をサクることによって皆さんに10点ルーズするっていうような使い方で最終的にはゲームを決めたいと思います。今日も八百長の力を使って勝ちに行くぜ。今回自分が使う統率者は巧妙な工作員アリーダです。アリーダはエスパーカラーの4マナ、飛行、摂氏、反コン。他のあなたがコントロールしていて飛行を持つクリーチャーはプラス1、プラス0の修正を受ける。あなたがアーティファクトかエンチャントである呪文を唱えるたび飛行を持つ青の11フェアリークリーチャートークンを1体生成するという能力を持っています。エスパーカラーの勝ち筋はコンボ、無限コンボ等になりがちなんですけれども今回はこのアリーダの能力を生かしてフェアリーのビートダウンで勝負したいと思います。アリーダと相性のいいカードとしては同族の発見というカードがあります。同族の発見が戦場に出るに際しクリーチャータイプを1つ選びあなたがコントロールするその選ばれたタイプのクリーチャーが1体戦場に出るか攻撃するたびカードを1枚引くという能力を持っています。アリーダはフェアリートークンを大量に展開するのでこちらのエンチャントを使ってドローを促進することができます。また相性のいいカードで市販の占い駒 EDH ではよく使われるカードなんですけれどもこちらはカードを1枚引きその後市販の占い駒をオーナーのライブラリの一番上に置くというドローを前借りするような能力が使えます。
市販の占い物をトップに戻すことで毎ターン安定してアーティファクトを唱えフェアリートークンを追加していくことができます。今回は空中戦で勝負だ。じゃあ、今回じゃあ、渡辺さんにやってもらおうかな。渡辺さんから1、2、3、4でゴールコピー出して。よし。では、アッピから。はい。はい。チェック。チェックします。お願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、はい、どうもします。いいね。で、ちなみに汚染された三角数をプレイして、土地をサーチしていって、いやらかしてんだ。じゃあいただきます。じゃあギャレンリーグ上をタップインしておしまいです。はい。じゃあどうぞ。ルーマの小道を出して、はい、森をエンドです。はい。はい。ドローします。湿った旗をタップインですね。で、エンドです。追突した地下墓地、死んでもコントロールしているので、はい、です。ということで、終了です。はい。2ターンで出るのだいぶ早い。いただきます。山を出して、鳩場の強化値を強い。強い。2マナっていうだけだから、今そんな強くない。悪く序盤は早いに越したこと。そう。で、宝物が2個出てきました。で、宝物2個使って2マナ生んで、森の知恵をあります。強い。安定感という感じで、おしまいです。はい。平地。モスランド。出た。ゴジランド。今、福津の自然。ラッパーですね。山田さん。はい。です。はい。じゃあ、お願いします。この結構、タップインでエンドです。攻められるうちに攻めたい。ダークスティールの板金を出して、フェアリーが1体。で、2マナでアリーナに3体。それね、1体。OK です。勝負かな。はい。2点。で、自分は2点ゲインします。で、自分の廃墟ランドセットして終了です。そしたら森の知恵で3枚いますね。で、2枚います。いただきます。森を出して、こちらカード出そうか。アンギラス。変容します。はい。変容すると、アーティファクトかエンチャント1つを破壊する。それまあそうだね。それでインドバキッと終わります。で、これ若干ね、遅くなったんじゃないかなっていう。で、おしまいです。はい。ドロー。出た。いいセリできた。次のターンからの挙動が問題です。はい。いただきます。離れられない虫が。ボンソックスの塔を出して、ロークスワインの原子やらや1点ルーズして1点ずつ食らってください。で、エンドです。2側の出す。あ、これそう。スペアリーがね。スペアリーが出た。スペアリーが出た。これで渡辺さんに2点。かわいい点数。で、2点で終了です。ハンコンが偉いよね。2点とはいえ、レースがちょっときついんだよ、これで。そうだね。2点とはいえ、地味に回復してる。そうだよ。じゃあ、もう一度言いますね。はい。はい。じゃあ、1枚だけ下ろします。はい。山を出して、このオペペクの了承っていうか、恐竜が軽くなる。恐竜を速攻風でっていうカードです。村木な経験者。土地を追加で1枚プレイできて。やつですね。土地追加できるんで、森を出します。おしまいです。はい。3番目、5の森。山。小島王バヒーラ。猫がプラ1ですね。で、猫が出たので、犬を。展開力の強さだよ。ワンワン。来た。55のリーセリー。あ、結構結界。タイムがどうですか ?5 点。精霊信者の剣を出して、終わり。大敵シアの塔
出します。チーソマリシ勇者で黒出たので、1点ずつプラスしてください。強いですね、それだけ。エンドです。キーツイで、右側のトークンが入っていると。最初の破片をバウンスだ。で、マジが出てくる。1マナ残さないとバウンスされちゃう。人生4円がバウンスできる。俊介に4点と2点。はい。まあ、受けざるを得ですね。2点からで、自分は終了ですね。はい。また、もう1で3枚にいます。生かしてくれんじゃねえかな。2枚引いたんで4手ぐらい28になりました。この辺境地横断で、パワー分の基本地形をサーチして持ってる。今5だ。5枚持ってきます。強いわ。森3枚と山2枚持ってきて、でちゃんとこのね、ゴジランにね、持ってきました。ちゃんとゴジラ。昇電しましたね、これ。はい、そうです。都市の承認になりました。まあ一応これで殴るか。まあ、トークンを減らす意味で殴るか。まあ、減らされる。5点渡すくらい。はい。で、エンドです。はい、じゃあ、エンドがいいところで。はい、バウンスします。右でいいですか？いいです。一応、手裏に戻します。はい。殴り今、警戒しない。4点パンチ警戒です。あ、いいさ。まあ、するけど。はい。まあ、それはで、サーティス。上一方だから。入ってきた銀水。入ってきた銀水。おしまいです。とりあえずアッピー殴ります。これサクります。サクったので、ワンドロス。お、強い。虹色の情報。早速一気に虹色の情報。1点。そっちも出てるからね。殴ったので、あんたの墓地にある勇者を場に戻す。能力は出たから。出た。で、今で1点です。1点です。シナジーがえぐい。さくります。包丁疑惑。さくります。じゃあ、包丁出します。で、エンドです。またあれだ、誘発ですね。ごめんなさい。誘発で、エンドです。に1点くらって、トークンが出てきますと。ゲームはちょっと俺が見てます。まあ、南側を、はい、お願いしますね。理解されてて、回復してるし。2点で、はい。これは終了。はい。森知恵で3枚いきます。で、これを1枚入れ替えます。無限地帯をランドセットします。はい。で、回収ゴジラを。ジローさ。ここもある。速攻あるんだよ。こいつが速攻できるんで、じゃあ速攻を用します。じゃあ、ゴジラはアッピーで、これはじゃあ、俊介55ですね。はい。25になる。トランプで何も受けなかった。で、フェアリー1点止めた。ごめん。別にいいや。はい。ギャレンブリグ城で、この起動型能力を使って森を6マナ加えます。フィーチャー呪文に使えるんですね、これで。先行要塞、猫ゴジラ。で、X が3で出したんで、3個乗って出てきます。ゴジラカード、ゴジラ3枚出て結構調子がいい。で、エンドです。はい。ドロー。はい。セーブのシューズじゃん。タッピンだな。じゃあ、見たいで殴りますか、シマさん。土地を。そうですね。殴ってて、それはもう。9点か。プランね。一応ね、食らえる。ないから食らえる。するのに。うん。ウィゼルブランドの件です。はい。ウィゼルブランドの結構絵好きなんで。しまいですね。はい、じゃあドローしまーす。超術師がキープにヘビをコントロールしてなければ。で、また1点から。1点。まずエンドかな。右側にバウンスした方が、これが1点で、
摂氏摂氏で、また黒が出たんで1点。黒ではい。無限地帯をとりあえず置いた。はい。東京を目指してきた道です。渡辺さんなんか2点で。で、終了。終了時にアラーヤで作ります。1枚はい。はい。じゃあ、パンいただきます。いただくので、はい。出たから。出たので、やばい。エンジンがやばいぞ。CD にライブレースがちょっとタイムリミットみたいなのがあるので。じゃあ3枚見ます。1枚買います。でまたギャレンブリグ城で、4マナで緑6マナ分で、巨大ザルおーいいキングコングキングコーン格闘割られる。じゃあ、アヤラと格闘で、はい。ファイブピクチャーでサクって2マナ運で破壊不能とドロはい。価格のもしておく。点です。エンド前にリンステージでやる。はい。で、3点返す。おーセッティブシティブ。オリックスの単品者。はい。1カードです。はい。土地が多いのは黒子の3大とか。で、猫が出たのに20も出します。ローテンと臨戦で3かな。2回ともローテンで、1回。自分はワンドロで。いや、死んだんで。6の帳簿を出します。はい。土地を出します。アッピーに。とりあえず私。ファイブシアの方で、悟ります。で、2マナ見ます。レアドラージの日。おー、破壊分の破壊分のうんじゃあ、エンジンです。じゃあ、アップキープにこれで、5回で。エピがあって、ブレック。橋の話。大サービスファイナンシャル研究者を出したい。エルガーダキにアーティファクトが出たので、フェアリーが1体まで出ました。探検の地図をプレイして、フェアリーがまた出た。やばクリーチャー大体出せるもん。でも、来たらこれはまずいな。プラス2機動で全員5点食らってください。自分は5点ます。5。自分は5点ゲージです。これはやばい。やばい。じゃあ、渡辺さんにアリーダで3点。で、アリーダダメージ3点入って、自分はテゼレットを守り抜きたい気持ちでいっぱいです。もうやばいっしょ。これはめっちゃいるからね。破壊不能だしね。橋の下に住んでるテゼレット。これはあれだね。ちょっとどうにか毎ターン5点えぐっていきたい気持ちでいっアぱいーティファクあります。ト全破壊とかでと。現地は聞います。で、基本式で、戦闘予選のイカゴジラの能力を起動して、プラチカウンターを1個増やして4個にしました。はい。で、これやりますね。3枚やります。で、これで1枚買います。はい。この並ぶものを一応出します。ブロッカーにする。12マナ。破滅の終焉 X イコール10。やば組み合わせんじゃん。じゃあ、進歩の技はいただきましょうか。知って出せの多すぎる。はい。橋本さんに。はい。橋本さん。ただ9点。ライブ的には確かに。そってみせる殴るじゃん、そこだと結局。でも一応空気を読んだ殴り方をしようかな。じゃあ、1万で5にします。で、一見に捧げて、トークンが5体です。ただなかった。ただ、ヘビドラジが2個も並ぶと。ここら辺が速攻を得てる状態になりました。じゃあ、ハッピーにゴジラと裏剣条件して、で、渡辺さんにこの4体でやった。はい。1体これでブロックして、残りをゴジラ。そう、残りをゴジラ。それと何体 ?6 体。だから11だから11点か。11
11点、 9点。 9点。 17になる。はい、で、おしまいです。はい。じゃあ、やりたいことがね。で、こっちがテドレットで、これが本体。4点、4点ぐらい。上と下です。はい。全体赤ですね。はい。窒素なので、点数に見たコストが3以下と4以上。全スタックで八百長スケルスで、整備作って2マナ払って、で、下で輝く。赤の上、赤いはい。で、残ってるグラウンドが死で書いてました。4人の選手を出して、おしまいです。ドロップワンと道出して、はいで、沼でいいや流されちゃったらマジ何もないかリリアナ。おお、出た。かっこいいやつ出たよ。リリアナさん。ゾンビいっぱい出してます。はい。はい、ゾンビで。エンドです。アーティフォジの文字からで、こいつ自身はアーティフォジで、ありがとう。無限地の式終了だ。もう一回、怪獣コールダウン出します。不死の典型で、クリーチャーコントロールして数だけワンドローするので、今ワンドローする。で、一応パワー40のクリーチャーがいるんで4点回復。なるほど。めちゃくちゃ弱い使い方をしてます。このタイミングで4点回復ないからね。 4点は確かに地味に嬉しいけど、使い方クソ弱い。使い方クソ弱いワンドローだかなるほど。めちゃくちゃ弱い。お願いします。ら。はい、で、4点で。おすすめ大事だそうマジで。で、こっちを飯張りワイヤーも出して、エンドです。はい。エンド時に、致命的な走り回り。おー、でで、しに行く。ああ、追放だ。追放。追放ですね。シャイ出るな。はい。おー、やったね。出たおすすめカード出てきた。おすすめカード出たこれはいい。先生の友カルから、ハンコントランプル、強。プラグで今88。ライフがもう死んだな。で、リリアナを対象にアタックです。なるほど。殺す必要もないが、ただ、抜くだけだ。はい。はい。じゃあ、8点ゲイン。減ってねえな。だいぶ回復力がすごいあーね。えげつないわ。はい。ドロー。山部さんで2点。ビビたるだね。 4の騎兵。ああ、除去できるやつだ。除去できるんで、サフルって、ああ、なんてことだ。ゴジラちょっ許してくれよ。と。ゴジラちょっと。容赦なく、容赦ないな容赦なくジェネラルを使って。これで払って、ハンドヘラー。そうそう。こうなってくると減らないから。強い。エンド。ここで手術かったらマジ八百長になっちゃうから。そうだ。強調してます。どちらか。八百長してます。上からなんで何もなければ通るはず。はい、じゃあパンいただきます。勝負しかないんで。ドラゴントリーグを使って、クリーチャーに対するまだちょっと多めです。 6マナ、ゴジラガッツイヤが追加しました。ガッツイだ、パート3。パド追加しました。盗撮の塔を出して、レームです。はい。やりました。おしまいです。ここで、はい。ゴジラ沼。はい、出ました。それできんじゃん。ああ、いいね。それで確かにさ。で、そう。強い。攻撃。渡るさんだな。そうだね。で、一応、いいはずで、こちらを持ってくる。はい。ゴジラーンとして、これで全部これで全色出た。全色。これには誰がいるこれ特にいないと。いないね。ゴジラが。いないんか。海から出てくる。ゴジラーン。はい、出ました。本体。はい。どうします5点。 5点。はい。 5時間。はい。次、やれる。まあやれるし、別にブロッカーでもいいし。はいはい。で、エンドです。じゃあ、エンド前に、
90。ああ、強いね。強いね。ちょい待ち、ちょい待ち、ちょい待ちおめでお出あたーかっこいいこれはかっこいいよ。前同士がいいね。ごめんね、アッキーさん。いいじゃん。すげえな、これ。合わせてきた。合わせてきたってことは、アッピーと渡辺さんがお互いワンドローズでこれに変わります。5点はは減少。できるはい。動画だけで。そうです。全然燃えなくて。で、犬かな犬して、お互いがワンドローズ。強い。で、通常はい。これにし7そうですね。長友の道でじゃあ、ブロック負荷にしまして、で、俊介にアタックで、7点で。くれます。はい。ご自動目は初めてですか。そうですね。で、エンドです。はい。渡辺さんだよ。アンタッピンです。X イコール。おやああ。肩の捧げ物で、クリーチャーに7点をみたいに与えて、特殊地形を2つ破壊する。3点。3点。はい。で、2点。これと、昔のジャック。ハッピーが選ぶ特殊地形とクリーチャーに7点。どちらかエクションといいですね。これでいいか。じゃあ、これを探ります。はい。はい。入れたんで、なので1点。じゃあ、これ使います。で、解決で破壊。はい。これをはい。 1体で、シオさんを、はい。3に攻撃と、2体松屋の力で。はい。で、自分が4点受けます。すみません。変動です。と、とりあえず沼を置きます。黄昏の預言者でもう、10があるので、少年を得ました。点が言わせるからね。そうか。絶対1点。やれたなというので、少年を得ました。ヤバみが出てきてますね。運動です。ミスティカルシューター。さあ、どうしますと、はい。で、上に持っていただいて、はい。はい。渡辺さんに3点。 4点。あ、4点か。そう。 1点ね。1点。はい。これがで、2点減。システム名誉とで、モードはモードは上下クリーチャーです。全部破壊。アヤラで、黄昏の預言者を探ります。で、1枚引きます。で、一緒にたどったときに、1枚あることによって、2枚引きます。これの能力で、これを1に捧げます。で、破壊するのを得ます。あ、はい。でももう1個あるので、1枚引きます。強い。解決で、はい、強いな。そうなんです。はい。もう、俊介か、いいかとかで。一つの検査してきて半分に加えて終了です。で、いきますね。アンタップして、いくと、あ、これでギャレンブリーグジョ使えるんですね。これで6マナ、2回要素残ってる。さすがに重たくはなってる。で、おしまいです。出さないと。出さないと始まらないから。ジェネラルがそんな内容こジェネラル出します。以上です。はい、いただきます。ボスの回、ああ、強い。あはい。沼を倍倍にするなっていう、10マナはい。のところで、まず3マナ使って、1マナ余らせて、早期の拠点、調整します。はい、じゃあみんな1点しましょう。新規3点で、プラスして。あ3点で1、2、3。よし。あそこだけアドバンテージがすごい。そうそうそう。募集タイム。はい。ブフ。で、ゾンビが、すごい。じゃあ、渡辺さんに4点。ですね。なるほど。そして、小さなメディアブラッシュ。3回目。はい。で、マナコスト4以上と、じゃあ、エンチャントが破壊。で、2点失えばいいの俺らは。そうだね。2点。
ギャレングリグジョをまた使ってる6マナで、13マナで、じゃあ、こちらを出しました。で、なんかちょっと、また別のやつで、運命の神、クローディス出しました。戦闘画面フェーズに墓地からカード1枚対象、それを追放して、こっちだったら赤か緑を加えて、それ以外だったら2点ライフを得て、みんなが2点ダメージを受ける。戦闘画面フェーズは次のターンです。誘発するのが。で、おしまいです。このターンになりました。消耗戦が過ぎる。本当に。全除去しすぎよ。すごい。タッチを諦めなかったらやるしかない。まあ、できちゃう場合はわかるけどね。戦えるうちは、とりあえず希望がある。ね、数してるよ。で、終わりです。はい。どうします。マラキングの解体者。まあ、生贄に捧げるので、これで、じゃあ、渡辺さん。3点ですね。ロックしたら、セリが死んでます。一応、じゃあ、これもう誘発したから。はい。はい。で、3点ですね。はい。です。神泥してくれ。神泥した。神ね。リアル神。リアル神よね。うん。で、土地1枚、1枚土地をハンドに加える。ハンドに加えた分はそのまま点の回数が。ちょっとこういうのをしていったら。はい。で、フェアリーが出る。で、2で、装備。いや、俊介でいいや。はい。どうするかは、俊介しない。これはます。15だ。はい。で、自分はとりあえず、1個目を反抗でとりあえず4点ゲーム。4点か。はい。あ、ワンショットか、これ。で、じゃあ、その俊介に、自分はい。2点。で、しまいかな。はい。わかりました。さあ、きます。この当時がね、運命の神がね、起これるかどうか。で、アンタパー、一風トークします。こいつを、こいつにこれ。みんなじゃあ2点食らってください。はい。もう、だから、高島で現象始めた。じんわりとね。じんわり。いきます。じゃあ、戦闘フェイス入って、7分の1でゴジラをアンブロックシャーコイヤで、アッピに7点バシッと。ゼネラルダメージで死ぬ。そうですね。14かな。 14で、ゴジラのゼネラルダメージで死んだ。はい。ありがとうございます。原初の力で1マナでやってプラス10性入らずに格闘します。ゴジラとじゃあこいつが格闘で。はい。じゃあこれ死にます。で、ゴジラもだからそいつが格闘されてで誘発する感じだね。死んだからでクリーチャー1体。はい。ギャレンドリグ上でまた6マナ出して残り3マナで9マナで頂点のアイクサウルスってやつで。出た時に格闘して激高なんでダメージ受けたんでまた格闘するっていうでこいつらを全部一掃します。あ、そこで、はい、全部格闘します。全部格闘する。はい。さよなら。なるほど。はい。で、エンドです。はい。ブロッカーとしては、存在感すごい。ドローするポケモンですね。はい。はい。終わり。ドロー。じゃあいただきます。はい。バンドします。こいつまたクロンビスが威発して、で、じゃあ、俊介の夜の霧を追加します。で、2点食らってください。はい。で、9点だから。で、2点ゲイン。じゃあ、こいつを半ブロックにしまして、じゃあ、俊介にアタックで10点。神秘のモードで。はい。バウンス。選んでもらって。バウンスモード1と、あと2枚します。はい。じゃあ、スタックで、変更はたきで対象変更します。おや。おー、出たじゃ
ゃあ俊介のこのクリーチャーバウンスはい。で、2枚ドローは対象自分しか取ってないから、2枚ドローは取って取ったです。辛いね。で、何もなければ10点。熱いこれ。辛いね。どうぞ。あ、ブロックアウトです。アンブロッカブルだね。これちょっとそもそもブロックできない。できないですね。で、10点くらいで。いただきました。はい、ちょっと待って。マイナスにした。はい。いやー、もう畑来ましたね。横畑来ましたね。なんと。プレビューのおかげじゃないですか。かっこよく使いましたね。自分で言うのもあれだけど。いや、今のいいお全ーいいね。あるかなと思ったから、これで。やられました。ケアをしとく。で、ゴジラも出せないんで、で、はい、じゃあ最後のカードをいただきます。シャキーンは今、権限してないから。こいつを除去っちゃえば。これあ、ドローするやつですね。ドローします。 4マナ払えばドローできます。で、これがラストドロー。はい。これがバックです。いっちゃおうかな、これ。何やねん。本当のねじれです。ライブラリにちょっと帰っていただいて。混沌上行こう。はい。で、帰っていただいて、めちゃくちゃ抱えてたもん。意外にインスタント抱えてる。八百長してる大丈夫？いや、八百長者だからな。で、シャッフルして、何が出たい？はい。で、運命の公開を。の強い。だから、なんだろう強いねあ、パワーとバニダス。マイナス。バニダス。マイナス。はい、出ました。ああ、強い。はいまだがれる。あお凶悪な2個。ー、猫だな。できた。エンドレンドで。はい。あんたがピクッと。あれか、また、はい。なんか適当に、じゃあ、こういうの追放してもらって、渡辺さんに、2点ですよ。はい。この原初の嵐で、言ってたりね。攻撃して、まあ、追放してね、出る。まあ、攻撃はできないんですけど、並ぶの人で、当店のあるカウスを半ブロックにして、渡辺さんにアタック。10点。はい、では、皆さん、ここで、まあ、ここでね。はいありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、そしたら今回の勝者は僕、黒高です。なんかね、うまいことゴジラが頑張って、最終的にはね、アルディサウルスちゃんが出て、格闘して、で、なんかこう、俊介のね、神秘の攻撃点を、そうですね。うまいこと変更叩きでこう対象を変えて、アンブロックアップにして、殴り倒すってことができて、もう本当にね、感無量です。いろんなカードの見せ場があって。そうですね。まあみんな拮抗した勝負で、なかなか面白い勝負だと。そうですね。で、じゃあ、アーピーどんな感じでした？まあ今回はフェアリーを展開するっていうところでやりたいことはやれたのと、まあ、あとはつどつどの対処はできてたかなっていうの、あと何よりもダークスティールの板金鎧でアリーナが盤面に居続けたっていうのがまあ良かったのかなって思いますね。確かに。あれは強かったね。最初からずっといた。最初から一度も落ちることなく、すごい演出くれたの3ターン目にはもうアリーナ盤面にいて、その後終わるまでいた。すごかった。まあ、あとはもっとフェアリーで殴れる盤面を作って、まあ、強化カードが引ければよかったんですけど、まあ、それができずにぐずぐずいっちゃったかなって感じですね。はい。じゃあ、そしたら、俊介どうでした？そうですね、ちょっと最初のマナ加速がみんなよりも遅かったので、その割にちょっと手札に重いカードがいっぱい来ちゃってて、でなかなかこう1に1枚っていう形で遅かったんですけど、その分皆さんのヘイトがそこまで上がらなかったっていうところで、まあ終盤ちょっと勝ち目が出てきたっていうところで、まあ高橋さんにやられたっていう感じなので、まあもうちょっとやりようがあったかなとは思いますけど、でもまあ高橋さんには完璧です。なんか、アヤラとかのドレインとかすごい強かったけどね、毎回1点ずつ食らって。そうちょっと嫌がらせ的なことはできたんですけどね。ケルスもね、破壊不能とかで結構ずっと残ったりとかね、いやドローもしてね、破壊不能は強いですね。場持ちがいい。だからケルスでね、ドローするからもう手札そうもつけないで手札はつけね。ないでっていう、あれよかったですね。なかなかいいデッキでした。はい、はい。まあ、みんな、はいはい、OK です。野田さんどうでした？結構、リンちゃん、セキちゃんん。が中も出てきたし、ん。ビームも打ったし、そうですね。うんセッシービームも行きましたね。セッシーティムもね。そう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 。それをやったので、まあ、あと自分
まあ今ノラさんの話ですけど、個人的にはスフィンクスのケージをうん。打った時に返されたのがあーそう、猫のそうが出てきてね。そう。かわいいシュッと出てきて。可愛かったね。はい、ダメ戻ろうがワンドローにするあれすごかったね。ターニングポイントでした。見せ場あった。そうですね。まあでも使ってるけど楽しい。あーそれは良かったですうん可愛い感じ。そうですね。猫好き、犬好きにはぜひ。そうそう、猫派に。猫派で。犬好きにもおすすめ。犬も好き。はい。今回の投資対戦会はこれでおしまいです。今回使用したデッキは黒鷹の EDH ブログで公開していますので、気になる方はそちらを見ていただければと思います。この動画が気に入っていただけたら、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。